皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、X において様々な情報工作アカウントの見バレが発生していることについて取り上げます。インターネット上での情報発信には様々な手段があります。今皆さんが私の話を聞いているのは、動画投稿サイトの動画を見ることによって話を聞くことができています。それ以外の方法としては、文字情報を元にした情報発信もあります。その中の有力な手段の一つが、X での情報発信です。今、X において様々な情報の発信源が嘘ばっかりだったということが話題となっています。今回はそうした状況の変化によって中国の情報工作であったり、韓国人の情報工作であったり、全くの嘘800でごまかし続けていたアカウントなどについての解説をしていこうと思います。まずは X における仕様の変更について、X アカウント所在地表示を開始、接続元の国・地域を確認。X はプロフィール画面となるこのアカウントについて About this account で拠点とする国や地域を確認できる機能をグローバルに展開した。 X のプロフィール、アカウントのいつから使用していますの部分をタップしてアクセスできるようになり、登録日のほかアカウントの所在地、接続元などが確認できるようになる。 VPN を利用している場合はアカウントの所在地に VPN 利用が表示される。 X のプロダクト責任者によると、この取り組みについてグローバルな安全性を確保するための重要な第一歩、ユーザーが X で見るコンテンツの申請性を検証するため、さらに多くの方法を提供する予定と説明している。ソーシャルメディア上では、偽情報やフェイクニュースのほか、国が関与した情報戦での利用なども問題となっている。その対策の一つとみられる。では、早速その一例なども見ておきましょう。例えば、中国が日本に仕掛けてくる情報工作戦の一つに、沖縄は琉球であり、琉球は中国に徴工したものであり、だから中国領で日本ではないといったような情報工作が行われています。その一環として沖縄独立運動などを仕掛けるというような情報工作が見られています。例えばこちらの X のアカウントは、琉球人の口は強制的な手段では防げないといったような内容で、沖縄の人があたかも日本政府の弾圧により琉球独立を訴えられないんだというような発信をしています。ただし、沖縄の人に対する理解が全くないのか、明らかに琉球の人とは異なる服装や楽器を持っています。そして、どこからこのような情報発信をしているかを見ると、アカウントの所在地は香港。接続元は China Android アプリとなっています。このように沖縄の人が独立したがっているんだみたいな話をするときに、それを仕掛けているのが、そもそも沖縄に住んでいる人ではないといったことがよくある光景だということがわかります。他にも同様の例として、アカウント名であたかも沖縄独立を目指しているような情報発信も、中身を見るとアカウントの所在地がアメリカ、接続元が中国というような形となっています。そしてこのアカウントの所在地がアメリカになっているのに接続元が中国になっているのは VPN といってインターネット上で身元を隠そうとしたからだというようなことがこのアカウント所在地の公表によって明らかになったわけです。その他同様にしてこうした情報工作の仕掛け元が香港だったり中国だったりします。具体例として今回は中国の話を取り上げましたが、同様にして日本政府批判してますよというようなアカウントが実はそもそも日本に住んでいないし日本人でもない中国アカウントから行われているといった例が次々とインターネット上では、このアカウントそもそも中国じゃないかといったような指摘で次々と発覚するといったことが起こっています。今であれば例えば高市総理に対する批判のコメントなどを辿っていくと、そのアカウントがそもそも日本のアカウントではないといったようなこともわかるわけで、どれだけ中国からのインターネットの情報操作を仕掛けられているかがすぐわかるようになったわけです。例えば今であれば、日本は現在でも国連憲章における敵国条項に該当し、中国が思いのままに攻撃できるんだといったようなデマが流されています。その国連憲章における敵国条項については現在私文化されており、効力を発揮するものではありません。そのことについての解説文がこちら。国連憲章のいわゆる旧敵国条項については、1995年の国連総会において時代遅れとなり、すでに私文化したとの認識を規定した決議が圧倒的多数の賛成により採択され、中国自身も賛成票を投じています。また、2005年の国連首脳会合では、国連憲章から敵国への言及を削除するとの全加盟国首脳の決意を規定した
国連総会決議が採択されており、中国もコンセンサスに加わっています。自分化した規定が未だ有効であるかのような発信は、国連においてすでに行われた判断と相入れないものです。中国自身が嘘をつくというようなこともあるし、その嘘に基づく日本政府批判といったものも積極的にインターネット上では行われていて、しかしそれに大元で加担しているのが、そもそもの中国のアカウントであるといったところから、これに騙されてはいけないというわけです。そして、中国初のこうした偽情報工作といったものは、そもそも一般人ではないといったポイントもあります。中国国内においては、欧米初のインターネットサービスについてそもそも遮断するといった動きが非常に強く、それを乗り越えるためには VPN といってインターネットへの接続元情報を隠そうとする動きがどうしても必要になります。しかし、そのようなものですらも基本的には一般人にとっては縁遠いものであり、みんながみんな利用するようなものでもありません。そのため、まっさらな状態で中国アカウントが X などを利用している場合においては、そもそも最初から中国政府や中国の関連機関などが利用する情報発信の正規アカウントであるといった可能性があるわけです。インターネット上で何か話題になっているなと思ったような情報があった場合においては、それが一体何を根拠にしているのか、情報発信元は一体どんなアカウントなのかを辿っていくと、やっぱり中国アカウントかといったようなことが分かりやすくなったわけです。で、この話は、今は中国アカウントの話をしましたが、同様に様々な事例で、この情報発信やっぱりおかしかったんだといったようなことがわかる話題がたくさん出ています。その一つが、日本は遅れているであるとか、日本人は劣っているといったような、いわゆる悪口を言う人のアカウントについて、そもそもあなた自身が嘘つきじゃないかといった例も見つかっています。そのやり方の一つが、私は海外のどこかに住んでいて、その海外に住んでいる自分から見た場合において、日本は劣っているであるとか、日本人は愚劣であるといったような悪口を言うようなアカウントです。ヨーロッパのどこどこに住んでいますよ。私はイギリスから、私はフランスから、私はドイツから、そういった形でヨーロッパのどこかの国、もしくはアメリカやシンガポール、ドバイなど、様々な国を語って、私は海外から見た場合において、日本がどれだけおかしな国で、日本人がどれだけ愚かかを指摘してやろうといったようなアカウントです。ところが今回の接続元について情報公開された時に、そもそもあなた、フランスに住んでいると言いつつも、韓国に住んでいるじゃないか。それでいて日本に対する悪口を言い続けるのか。そもそもあなたの嘘つきの性格なんとかならないのかといったようなことがわかるわけです。この他、同様にして一つの傾向としては、日本国内における批判といったものが、そもそも日本ではなく、お隣の韓国であったり、中国であったり、そういったものについても、積極的に情報を見ることができます。政治的なアカウントから離れた場合においては、ビジネスにおいても同様で、例えば、日本人の容姿はどれだけひどいかといったようなことを様々書き連ねるようなアカウントを見てみると、韓国の発信であり、いわゆる韓国の整形ビジネスのために日本人に対していかに劣等感を植え付けるかといったことを積極的に活動しているアカウントなども見つかるわけです。では、そもそもの部分で、なぜこのようにして X で接続元情報について開示しようとイーロン・マスクが考えたかについてです。現在のところ有力な説というのがアメリカ国内における政治的な対立に海外からの影響がたくさん入っているのではないかとイーロン・マスク氏自身が疑っているという点です。どこの国においてもそうなのですが、インターネット上に他国の影響が強いのかもと思っても、それを確かめる手段というのはなかなかないものです。それをいかにして見えるようにするか。そのための手段の一つとして、今回イーロン・マスク氏が接続元情報の公開に踏み切ったというわけです。これをイーロン・マスクの気まぐれだと指摘する人もいるわけですが、アメリカ国内においては政治的な分断、対立といったものは非常に根深いものがあります。自分の考えている政治体制への評価といったものを非難する人の身元を疑うというのは、これは別におかしな話ではありません。今、アメリカ国内においては、マガ派と呼ばれるトランプ大統領の掲げる偉大なアメリカを取り戻したいというような考え方を支持している人はたくさんいます。このマガ派について言っても、その一つの輪の中において発信力を拡大すれば、それをビジネスとして活用することもできます。そのようなポイントに目をつけて海外アカウントが、私はいかにもマガ派ですよといったような強い主張をすることによって、インプレッション、視聴者数稼
疑を行ってお金稼ぎにつなげるといった例などもあります。同様にして反対派の人の意見といったものを見ていくと、そもそも同じようなお金儲けといったことを目的として積極的に海外のアカウントなどが介入している例などが指摘されています。ですから本当に誰がどんな立場で言っているのか、今回の接続元情報の公開といったものは大きな影響をもたらしているわけです。ちなみに最後に一応言っておきますが、別に海外のアカウントだけが危険というわけでもありません。当然のように日本国内においても日本人を対象にしてインターネットを使って詐欺をしようと思う人間というものはたくさんいます。この人のアカウントはちゃんと日本から発信しているんだな、だから大丈夫といったわけでは当然ありません。例えば仮想通貨や投資詐欺といったものは日本国内における活動拠点がたくさんあって、それらを使って同じ日本人を相手にとにかく金を奪い取ろうというようなことをする人たちもたくさんいます。今回の一件はあくまでも一つの詐欺